前回の続きをやっていきたいと思います。今回はこのフロントフォークを分解するんですけれど、交換する部品はダストシールとオーリングとブッシュ類ですね。それと倉庫整理をしたら以前に購入した社外のインナーチューブが出てきたんで、今ついてるインナーチューブは点錆も少なくて問題ないと思うんですけれど、ついでなんで交換することにしました。ボトムケース下のソケットボルトから外していくんですが、このボルトの取り外しで過去何回もハマってるんで、ここでハマるのが嫌なんで、このエアインパクトを購入したぐらいです。放置車両とかメンテがされてないものだと大概ここが固着しているので、ここは NSR だとフライホイールを外す時と同じぐらいやるのが嫌な場所ですね。それで1本目は特に問題もなくボルトは外れて、中のオイルが汚ねえなぐらいで済んだんですけれど、もう1本のフロントフォークの分解を始めてみたら、ソケットボルトが純正と明らかに違うものがついてて、六角のサイズも違ったんで、この時点でかなり嫌な予感がしたんですが、インパクト用の長い六角は純正サイズしか持ってなかったんで仕方ないので、普通の方法でやってみたんですけれど、回りはしたんですがボルトが抜けないっていう状況に陥りました。俗に言う空回りってやつですね。こうなったら仕方ないんで上からばらしてダンパーを押さえて回るかやってみたんですけれど、結果から言うとやっても無駄でした。もう一本の構造を見てみたら、ダンパーの先っぽはくるくる回るんで、ダンパーを上から押さえても意味がありませんでしたね。となると残された道は遠回りしているボルトの頭をドリルで飛ばすしかないんで、正直やりたくはないんですけれどやりました。ボルトはソケットボルトだったんでセンター出しはそんなに気にする必要はなかったんですけれど、ワッシャーが見えるぐらいまでギリギリまで掘り進んで、最後の最後で削りすぎると嫌なので最後はポンチで叩いて取りました。前にやった人がボルトを斜めに無理やりつけたような感じなんでしょうかね。それかピッチが違うものがついてるかですね。ネジ山はこの後切り直さないとダメですね。その後ワッシャーを外してみてみたら、結構厚さがあるんでギリギリまで攻めても大丈夫みたいですね。2本ともボトムケースのソケットボルトが外れたので、フォークオイルを抜いた後ダストシールとオイルストッパーリングを抜きます。この2つを抜くとボトムケースからインナーチューブが抜ける状態になるんで引っこ抜きます。その後古いフロントフォークオイルを全部洗い流して清掃しました。見た感じブッシュとかもまだテカテカになってないんで、そんなに使い込まれてる感じはしないんですけれど、消耗品は全部交換します。ボトムケースとアジャスター周りは、目につくとこなんでブラストしてきれいにしたいと思います。早速ブラストしてみたんですけれど、ボトムケースは思ってたより結構復活しましたね。割と綺麗になりました。ここら辺はみんな廃盤部品なんで、あるものをきれいにするか社外品を購入するしかないですね。ボトムケースはクリアを拭いときました。これでスタンダードのフロントフォークの組み立て準備は完了したんですが、ついでなんで1本だけ持ってる減衰付きフォークの方も分解してみました。それでこの減衰付きフォークの方は全然使ってないみたいで、中の状態は良かったですね。普通に固着するダイヤル部分もまだ回りました。MC21 のフロントフォークのボトムケースとインナーチューブはスタンダードと SESP 共通なので、この後中身を手に入れて交換したいですね。それで中の部品を比べてみると、私も比べたことなかったんで、ちょっと見たかったんですけれど、カラーやスプリングの長さが違ったりダンパーの構造が全然違いましたね。当たり前なんですけれど、それで購入したのを忘れてたフロントフォークを引っ張り出してきて部品を取り付けていきます。最初にインナーチューブにスライダーブッシュをはめ込んで、ダンパーの先にオイルロックピースをはめ込んだ後組み立てを行っていきます。
ボトムケースのワッシャーは再利用できないので必ず新品を取り付けます。ダンパーをボルトで固定します。1本目は何の問題もなく取り付けができたんですが、問題があったもう1本の方はやっぱりダンパー側のネジ山がおかしくなってたので、ボルトが途中までしか入りませんでしたね。これはそうなんだろうなと思ってたんで、タップでネジ山を切り直しました。切り直したら空回りもせず普通に固定できました。マニュアルの締め付けトルクで締めときました。新品のガイドブッシュを入れた後にバックアップリングを入れます。それでその後叩き入れるんですけれど、一応専用工具を使ってますが、別にホームセンターで売ってるこの塩ビパイプで十分ですね。その後ダストシールを入れるんですが、ダストシールを入れるときにリップ部分が傷まないようにビニールテープを巻いておきます。ビニールテープを巻いたらインナーチューブにシリコングリスを塗って滑りを良くしておきます。そしてこの後ダストシールをオイルシールストッパーリングの溝の下まで叩き入れないといけないんですが、今回初めて純正品を使わずにちょっと安い純正同等品のものを社外品で購入してみたんですが、全然ダメでしたね。動画では長くなってしまうんではしょってるんですが、片側は普通に入ったんですけれど、もう片方はこれサイズが合ってねえんじゃねえかっていうぐらいに入りませんでした。ボトムケース側にどう見ても問題はないので、精度の問題なんでしょうね。二度と使いませんね。そしてその後フォークオイルを入れて油面調整を行います。入れるオイルの量は 425cc で油面は 120cm です。オイルはちょっと多めに入れて、その後余分な分を抜き取る感じですかね。フォークオイルを入れたらインナーチューブを 5,6 回ストロークさせて、その後ダンパーのピストンロッドを10回程度上下させます。その後フロントフォークを垂直にして泡が出なくなるまで放置します。泡が出てないのを確認したら、ここからやっと油面の調整を行います。この調整は専用ツールを使った方が早く終わるんで、専用ツールを使ってやりました。Amazon かなんかで買った安物ですけどね。油面を合わせたら、その後スプリングとかその他の部品を取り付けて完了です。ちなみにスプリングはピッチが狭い方が下です。それとフォークボルトのオーリングやプリロードのオーリングは全部交換しときます。そして最後にこの部分のネジ山がよく錆びているので、ネジ山を切り直して終了です。この後車体を引っ張り出してきてフロントフォークを取り付けました。これでだいたい車体部分の消耗品の交換は終わったんで、次回の動画の冒頭ででもかかった金額を発表したいと思います。そんなにはかかってないですよね、ここまでは。ということで次回に続きます。